今回は2004年の YZR-M1 に採用されたクロスプレーンについて見ていきたいと思います。クロスプレーンを採用する目的は、トラクションではないらしいんです。私はてっきりタイヤの食いつきとかが良くなる何かトラクションが目的なのかと思ってたら全然違うみたいです。ロッシもエンジンを乗り比べてクロスプレーンを選んだわけなので何か大きな効果があるわけですけども、どういう効果があるのか見ていきたいと思います。この2004年型のエンジンはヤマハの中での合言葉はこうだったそうです。4弁バタ弁90度。これは4バルブヘッドでバタフライ型スロットル90度クランクっていうことですね。じゃあ前年のエンジンは何だったのかっていうと5弁でスライドバルブで180度クランクでした。どうして全て変更したのかというとアクセルの開けやすさ、レスポンス、不要なノイズ。このノイズっていうのは完成トルクの少なさを狙って変更したっていうことです。ヤマハがこれがいいだろうって考えてた方針とロッシが選んだものが合致して、それが最終的に4バルブでバタフライ型スロットル90度クランクのエンジンになりました。前年のエンジンから変更したそれぞれの箇所について見ていきたいと思います。はい。まず5バルブなんですけど、本当はヤマハのアイデンティティというか、ヤマハといえば5バルブって感じなんですけど、まず5バルブのメリットっていうと、低中速での混合機の充填効率が高く、ストリートユースのバイクに合うと。じゃあ逆にデメリットは、コーナーリング中にスロットルを開けていくライダーにはトルクが課題ということだそうです。普通に売られてるヤマハのバイクは、当然市販車、普通の道路を走りますから、低速からトルクが出て扱いやすい方がいいわけなので、5バルブのメリットが強いのかもしれませんけど、ことレースにだけ話を絞ると、コーナーリング中に微妙なアクセル操作をしたいときに、この5バルブヘッドがトルクが強すぎて、それが邪魔になるということがあるみたいで、それをなくそうということで4バルブにしたみたいです。で、あと画像はないですけども、スライドバルブからスロットルバルブにしたっていうのも、とにかく扱いやすさですよね。扱いやすい特性を選んだ。一番重要なクロスプレーンなんですけど、直列4気筒の90度位相、クロスプレーンクランクです。右上の図のように、4気筒4つのクランクの角度が全部90度ずつずれてて、クランクシャフトを横から見るとバッテンみたく見えると。なのでクロスプレーンだと。で、どういう順番で爆発するのかっていうと、1、3、2、4の順番で爆発します。で、下に並んでるこの丸ですけど、これはくるくる回るクランクシャフトを横から見てると思ってください。まず1番のクランクが上に来た時に1番が爆発します。そうすると、270度回転します。そこまで次の爆発は来ません。で、次に3番が爆発します。で、これは180度回転して、2番が爆発します。で、この2番の爆発は90度だけ回ったとこで次の4番が爆発して180度回ると。で、1番の爆発に戻るっていう感じなんですけど、爆発の間隔が不規則ですよね。ただ単に馬力を狙うんであれば等間隔の方がいいんですけど、これわざと不規則にしてるので、バイブレーションも発生するし、エンジンの効率だけで言うと、効率の良くないエンジンですよね。最高出力は狙えない爆発の間隔だし、振動もあると。じゃあなんでこれを選択したかというと、クロスプレーンクランクの効果。はい。で、ヤマハの北川さんという方はこう言ってますね。YZR-M1 に関しては、不等間隔爆発によるトラクション向上があったとしても、原因はわずかであると考える。最初にも言った通り、トラクションを狙ったエンジンじゃないんですね。不等間隔爆発だから、トラクションを上げようとしてんのかなと思うんだけど、このエンジンはどういうものかというと、エンジンはガス圧トルクと完成トルクを発生させている。駆動力のメインとなってほしいのはガス圧トルク。完成トルクはライダーがスロットルを閉じたとしても発生してしまう。90度クロスプレーンは完成トルクが打ち消され、ガス圧トルクでトラクションをコントロールしやすい。ちょっと難しい話なんですけど、これが180度等間隔のエンジンだったら、等間隔でどんどん爆発していくので、爆発のガス圧トルクと等間隔で爆発していくことによって、勢いがつくので、
爆発そのもののトルクと、その勢いがついた慣性によるトルクがエンジンに発生すると。だけど、その慣性トルクっていうのは、ライダーのコーナーリング中の操作ということだけで見ると邪魔ですよね。もうアクセルを戻して調節したいと思ってても、慣性はそのまま発生しちゃうので、ライダーはコントロールできないと。だけど、この90度クロスプレーンだと、先ほど見たように変な不規則で爆発しているので、慣性トルクっていうのがほとんど発生しないらしいんですね。なので、純粋なガス圧トルクだけが発生するので、ガス圧トルクってことは、ライダーがアクセルを開けた分の爆発の力なので、コーナーリング中のアクセルコントロールがしやすいっていうことになります。今見た理屈がどういうふうに実際の走りに効くのかっていうのを、ロッシのテスト走行後のコメントでわかります。これは5バルブヘッドの暫定版のクロスプレーンエンジンにセパンテストで乗った時のコメントです。ドゥカティを追いかけられなかった。彼らと同じタイミングでスロットルを開けることができない。もう少しパワーの出方が穏やかだったらもっと手前から開けられる。タイヤのエッジを使うところでスロットルを開けていくと、ボトム域で出すトルクは強力だからリアがどんどんスライドしていってしまう。パワーよりも開けやすい出力特性を強く求めるロッシ。まず最初のドゥカティを追いかけられなかった。彼らと同じタイミングでスロットルを開けることができない。この時のドゥカティはエンジンパワーが強力ですから、パワーの差を言ってんのかと思ったら、そうじゃなくて、同じタイミングでアクセルを開けられないと。もっとパワーの出方が穏やかだったら開けられるって言ってますね。最高出力が不足しているということもロッシは言ってんですけど、それよりもスロットルの開け始めのことについて強く言ってます。最高出力の差を訴えてるんじゃなくて、早くアクセルを開けられないことによって、ドゥカティを追いかけられないって言ってますね。で、タイヤのエッジを使うところでスロットルを開けていくと、ボトム域で出すトルクは強力だからって言ってますね。これはおそらくまだ5バルブヘッドなので、先ほど紹介した通り、5バルブエンジンの不要な低速トルクが出てるんだと思います。で、リアがどんどんスライドしていってしまう。このコメントは一部を抜粋したものなんですけども、でも何しろロッシは最高出力が足りないってことも言ってるんですけど、それはちょっと触れてるだけで、とにかく強く訴えてるのは、開け始めのタイミングを早く開けることができないっていうことと、その低速でのパワーの出方について強く訴えてます。やはり低中回転でどんだけ自分の意思に対してリニアに忠実にコントロールできるエンジンかっていうのを求めてるってことがわかりますよね。なのでロッシは最高出力を狙ったエンジンじゃなくてクロスプレーンエンジンを選んでこれを進化させたいって言ったっていうことになりますね。この時のロッシはまだまだ若いですからハイパワーなエンジンを選んでも不思議じゃないんですけど、やっぱり違うんですね。とにかくコーナーリング中のアクセル操作でアクセルの開け始めを早くできるエンジン、実際のレースでの戦闘力を重視したバイクの作り方をしてるっていうのがこのエンジン一つとってもよくわかります。まあこんな感じでクロスプレーンエンジンっていうのは慣性トルクの発生がほぼないガス圧トルクだけをコントロールできる、ライダーがアクセルを開けたエンジンの爆発の力を忠実に操作できるエンジンということだと思います。エンジン一つとっても本当に奥が深いなと思いました。YZR-M1 の動画は、これで終わりの予定です。はい。いつもコメント、高評価ありがとうございます。皆さんの高評価、コメントのおかげで動画がどんどんおすすめ表示されますので、より多くの人に見てもらうことができます。これからも頑張って動画作りますので、はい、よろしくお願いします。